まあいいとは言えないですね。今年はいろいろと対策をしていました。今年の大干ばつや、猛暑の影響にしては、皆さんこんにちは、さおりです。はい、じゃがいもの収穫が始まりました。今年はじゃがいも畑が2枚あって、ここ 2.4 ヘクタールともう1枚3ヘクタール合わせて 5.4 ヘクタール作付けしています。で、じゃがいもの選別にはこの私の後ろにあるポテトハーベスターを使って収穫を行っていきます。じゃがいもの収穫機ポテトハーベスターです。ポテトハーベスターも、何種類かあるんですが、うちは私が小さい頃からずっと使っているこのウルトラセブンという機械を使用しています。かなりレトロ、30年くらい経っているかと思われます。で、トラクターはこちらエコトラ EF895 を使用していきます。こちらのポテトハーベスター牽引になるので、こんな感じでトラクターから取り付けられています。今回トラクター側にはたくさんのレバーがついています。これは後ろに取り付けたハーベスターを操作するものです。例えば、掘り取りの深さを変えたり、タイヤの向きを変えたりすることができます。機械の仕組みとしては、下の部分で土の中にあるじゃがいもの掘り取りを行い、コンベアの上を余計な土や石を落としながら上の段へと流れていきます。上の段は人が乗れるようになっていて、コンベアを流れてきたじゃがいもを人の目で見て選別していきます。機械に乗ってみるとこんな感じです。あっちが前ですね。こっちが後ろ。こんな感じで、1、2、4人乗ることができます。収穫機の左右には大きなタンクがついていて、一つは石や腐ってしまった芋を入れるタンク、もう一つは規格外品を入れるタンクです。で、ちょうど私が立っているこの場所にはメインのレーンとここにもう一つ小さいレーンがあります。ここには主に石が流れてくるように調整されています。なのでここの人はメインのレーンを見ながらこっちのレーンを見て、ここが最終的に石のタンクに到着するようになっているので、ここに石が入っている場合は大丈夫なんですけど、もしここに規格内の芋が入っていた場合はメインタンクへ戻し、またメインタンクに石がある場合はこっちのもう石のレーンの方に入れるっていう作業を行っていきます。なのでちょっとややこしいです。今年は9月5日から収穫を始めました。割と遅めなスタートになってます。うちは植え付けの時期から周りの農家さんよりも2、3週間くらい遅くして植えています。ただね、サボっていたというわけではなくって、後で詳しく説明しますが、今年は天候による悪影響の対策のために遅巻き遅収穫でやっています。ということで今回はそんなじゃがいも収穫の様子をお届けしたいと思います。いつも朝の8時から夕方の5時半までやってるんですけど、今日はね、少し早く終了して、残り畝が4本あるので、それを鍛冶職人と2人で終わらせていこうと思います。じゃがいも畑には縦畝と横畝があります。これは何のためかというと、収穫機が旋回しやすくなるためなんです。じゃがいもの収穫機はトラクターに牽引されていて、合わせると全長がだいたい13メートルほどになります。もし全てを縦畝にしてしまうと、旋回するスペースがなくなってしまいます。そのため、じゃがいも畑に限らず、多くの作物で横畝を作って、収穫の時に作業しやすくしています。ちなみに普段はもうあと1人か2人いて、
今年は時速 2km で掘り進めていくので、1日に 0.6 ヘクタールくらいずつ終わっていきました。ここで改めて収穫機の仕組みを見ていきます。まず、掘り取り口。じゃがいもは植え付けの時4畝ずつ植えましたが、収穫では芋の量が多いので、1畝ずつ掘っていきます。土の中の芋を土ごと掘り起こし、第一コンベアで土を落としながら、後ろのロータリーバケットへと運ばれます。収穫の2週間前に上の葉を枯らす薬をかけていたので、残っていた茎は最後尾のコンベアで後ろに落とされます。そしてロータリーバケットから選別コンベアへ。ここでは製品、規格外品、石や腐れの3つに分けられ、それぞれのタンクに入ります。このうち製品だけがメインタンクに運ばれていく仕組みです。メインタンクがいっぱいになったらコンテナへ移します。レバーでタイヤの向きを変え、コンテナに芋を入れれるように移動します。こうしてコンテナにじゃがいもが入ります。片道180メートル一往復してコンテナに半分くらい溜まりました。こんな感じで収穫機の中がいっぱいになったらコンテナにね、芋を開けます。今年の大干ばつや、猛暑の
去にしては、それなりにいいものが収穫できているかなという感じです。うちは毎年メークインを育てています。メークインは細長い楕円形をしているのが特徴的です。なのでこういった形は奇形と呼ばれ出荷することができません。そういった規格外の芋は収穫機の横についていたタンクに入れるようにしていて、加工用として規格内の芋とは別の方法で出荷します。この山になっているのは、規格外の芋たちです。青い芋だったり、ちょっと形のいびつなものが入っています。この芋たちはもうそのまま販売することはできないので、天風用に加工されます。コンテナに入れた製品はある程度数ができたら連絡をして集荷に来てもらいます。農家さんによっては収穫後自分たちで選別作業を行い箱詰めをする方もいますが、うちは選別作業は頼んでいるので収穫次第すぐに運んでもらっています。農業は昔ながらの単位で票を使って収量を表します。1票はだいたい60キロ。今年の収量は1ヘクタールあたり350票。つまりおよそ2万1000キロくらいでした。ただ干ばつがなく、多い年だと550票、3万3000キロほど取れることもあります。今年は私の地域全体で不作のようで、噂ではメークインの平均収量は1ヘクタールあたり250票、1万8000キロほどと言われています。収量が少ないだけでなく、二次成長で奇形の芋も多く出ています。それだけ今年の干ばつの影響が大きかったということです。最初にも言った通り、うちはメークインの植え付けからだいぶ遅かったんですよ。それで収穫も遅く始まったんですけど、それには理由があって、最近の十勝の天候に原因があります。気温が高くて雨が降らない、いわゆる干ばつ猛暑なんですけど、去年それで結構ダメージを受けて、今年はいろいろと対策をしていました。今年も去年も7月を中心としてほとんど雨が降らず、気温は毎日30度超え。ひどい時は数日間ずっと35度以上とかになっていました。メークインはちょうどその前くらいの時期に花が咲いて、一番水が欲しい時なんですけど、そこで全然雨が降らないと葉っぱが枯れてしまいます。そうすると芋が大きくなれず、食物は子孫を残そうとするんですよ。どうなるかというと、小さいままの芋から新しい芽が出始めて、こんな感じの奇形になってしまうんです。この雨不足を少しでも解消するために、植える時期を遅くして花が咲く時期も遅らせてあります。それでも対策としては足りないので、一番注意してやっていたのは、とにかく光合成を絶やすことがないように、常に葉っぱが光合成し続けられるように、マグネシウムとかカルシウムとか、その他の栄養素の管理をかなり徹底していました。それでもやっぱり平年よりは全然収量が少ないです。でも最終的にはいろいろやった割に、そのおかげで例年使っていたあまり意味あったのかわからないような資材がいらなくなったりしていたので、経費はなぜか安く済んでます。夕方5時半頃になると日もだいぶ沈んできて、これ以上はもう選別作業ができません。今年の7月はとても暑かったですが、8月や9月には猛暑というほどの暑さにはならず、じゃがいもの収穫中も意外と過ごしやすい日が多かったです。
ということで 2.4 ヘクタールのじゃがいも収穫が無事に終了しました。収量が少なく規格外品もあまりなかったので、思っていた以上に早く終わってしまって、今年の異常さを感じます。うちはそう収穫が他の農家さんよりも遅いので、結構周りの農家さんの、芋の収量の評価というかそういうのを割と耳にしていたのもあって、みんなね今年はすごい悪くってっていうのを聞いていたので、もう掘り取るのが怖かったんですけど、収量はねいい年に比べるとだいぶ悪いんですけど、悪い年の割には頑張ったかなという感じで、芋自体もね大きいものが結構あったので、こうしっかりね畑の管理をしておいてよかったなっていうふうに思います。でまたもう1枚3ヘクタールの畑があるんですけど、そっちはね石がここよりも多かったりとか土の状態がどうかなっていう部分もあるのでちょっと心配ではあるんですが、掘り進めていこうと思います。もう本当に今年は収量が少ないので、青い芋も少なかったっていうのもあるんですけど、あっという間に収穫が終わりました。だいたい5ヘクタール全て掘るのに2週間は見ていて、ここの畑でも1週間いかないくらいはかかるかなっていうふうに思っていたんですけど、3日で終わってしまいましたね。いいとは言えないですね。そんな感じで今後もねじゃがいもの収穫を進めていこうと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございました。バイバーイ。